アンモサ製作所です。今回は、ボークス社製、IMS、バッシュザブラックナイトをピッカピカに作っていきます。人生2個目の、5スターストーリーのキットで悪戦苦闘しましたが、なんとか作ることができたので、ぜひ最後まで見ていってください。最高のツヤを目指して頑張ってみました。はい、ボークス製、バッシュザブラックナイトです。別名で黒騎士とも呼ばれますね。今回は100分の1の方なので、箱も結構大きいです。箱の厚みもそこそこあります。その箱の横には、バッシュザブラックナイトの説明とイラストが載ってます。反対側は完成イメージです。それでは内容物の確認をしていきます。オープン。去年作ったナイト・オブ・ゴールドと同じで、潰れないように補強されてます。箱は大きいですが、パーツも大きいのでパーツが多いわけではないようです。ランナーのパッケージを重ねるとこんな感じ。さすが黒騎士ということで、ほとんどが黒っぽいランナーです。他には赤いランナーが1枚だけです。それでは作っていきましょう。すべてのパッケージを開けて、ランナーを並べるとこんな感じ。ランナーはそれほど多くないですが、1枚が大きいので広げきれないです。アンモサは、左に見えるでっかいベールがお気に入りなんですよね。そういえばナイト・オブ・ゴールドって、ベール持ってないですよね。そんな野暮なものは不要ってことなのかな？それでは次に素組みをしていきます。ボークス製のキットは1回しか作ったことがないので、パーツ切り離しながら素組みをしました。1回組み立てると、なんとなくパーツを覚えるので、バラバラにしても組み立てられますが、このキットは最初からは無理だと思いこうしてます。素組みも長くなるのでこの辺で省略。素組み中。はい、素組みが終わりました。予想はしていましたが、接着しないとちゃんと組み立てられません。まあ、大体の作りと合わせ目の確認ができればいいので、これくらいでも大丈夫です。素組みの感想としては、接着すれば結構作りやすいキットかなと思います。素組みの状態だと、可動部を動かすと分解してしまうので、このまま次の工程に行きたいと思います。この工程では合わせ目のチェックをしていきます。でもあんまりなくて、この腕のパーツと、足のくるぶし周りの外装ぐらいです。フレームだとこれ以外にもありますが、気にならないレベルかなと思います。合わせ目チェック後、分解中。パーツの分解も終わったので、表面処理を行っていきます。アンモサは表面処理の時、こんな感じのトレイに道具を置いて作業してます。こうしておくと削りカスで机も汚れないし、ちょっと違う作業するときに片付けやすいです。あと、道具も手元に集まっているので、手の移動も少なくて楽かなと思ってます。最初はこんな感じに綺麗に並べてますが、すぐ散らかってしまいますけどね。なので撮影の時は、どかして見えないようにしてます。以上、アンモサの作業環境の紹介でした。需要あるのかな？では、実際に表面処理をしていきます。アンモサがお気に入りのこのベールですが、パーツ自体も大きいので引けがあります。パッと見た感じは、わからなかったりするんですが、ツヤツヤ塗装だと結構目立つんですよね。スポンジヤスリだと面を整えれる気がしなかったので、板に貼った紙ヤスリで削りました。ス
ポンジヤスリでもできると思うんですが、力を入れすぎるせいか、エッジを丸くしちゃうんですよね。この方法だと、ヤスリ自体がへこまないので安心してヤスることができます。ヤスった後にできる、バリみたいなものをスクレーバーで取り除きます。このキットですが、全体的にプラが柔らかいというか、粘性が高い感じに思います。強度を高めるためなんですかね？理由はどうであれ、気になるので淡々と取り除いていきます。次に鎧のような外装なんですが、似たようなパーツが大小多数あります。このパーツですが、左右が内側に沿ってる形状になってるんですが、スポンジヤスリでも、なかなかヤスリかけが大変です。そんな時は荒削りだけは、リューターで正面処理してます。2ミリ厚のスポンジヤスリを巻き付けたビットで、優しく削ります。このヤスリもだいぶ使っているので、そんなに削れないのですが、リューターはすぐ削れすぎるので、使い古したヤスリがちょうど良いと思う安もさです。この後は手で番手の高いヤスリをかけて終了としてます。次に面積が狭い面の処理をしていきます。ここはいつものようにスクレーバーで処理しました。いつもは BMC のスクレーバーを使ってますが、今回はマジスクが購入できたので使ってみました。刃が厚いので、安定して削ることができます。BMC との違いは、切れ味などの性能というよりは使う場所かなと思いました。マジスクの方が安定感はありますが、刃が大きいので狭いところには使いにくいです。まだ慣れてないので、これからも使って何かあればコメントしたいと思います。あとは筋の彫り直しや平面のヤスリかけして完了です。筋やモールドの彫り直しまでやる必要があるかは悩ましいですが、おまじないって感じです。これでこのパーツの処理は終わりです。他のパーツの表面処理中。パーツの表面処理が終わって塗装の準備です。と言っても、主にパーツのホコリを取って、持ち手につけるだけです。一応、塗装する方向など考えながら持ち手はつけてます。持ち手が邪魔で塗りにくくならない程度の話ですけどね。あと、可動部の軸と穴に関してはマスキングしてます。去年、ガンダムキャリバーン作った時ですが、気にせず塗装したら、固着して動かなくなってしまったんです。他のところも固着しなくても、キュキュってなって折れそうなので、それ以来マスキングしてます。そんなに神経質に貼る必要もないので、ちょっと手間ですが良いかなと思ってます。軸の受け側は、サークルカッターで適当に量産しておいてマスキングしてます。だいたい6ミリぐらいをよく使うので、目測で測って作る感じです。あとは量産したものを、都度カッターで剥がしてマスキングしていきます。腰回りの大きい軸に関しては、その都度計測して切り出してます。引き続き、塗装準備中。塗装の準備が終わったので、塗装をしていきます。まずは、ボディパーツから塗装していきます。ボディはそのまま塗装すると、塗装が剥がれるからプライマーから塗っていきます。このガイアノーツのプライマーは希釈済みなので、そのまま塗装します。ただ、希釈済みですが、やや粘度が高いので、普段より空気圧高めで塗装してます。全体的にまんべんなくまみれれば OK としてます。プライマーが乾いたので下地を塗装します。下地は黒にするんですが、フレームはザラついた感じにしたいので黒サフを塗装。鋳物のような金属感が出せればなぁ、と思いつつなんとなくです。サフにはプライマー入りもあると聞きますが、クレオスさんのはどうなんでしょうね。今度、試してみようかな。次に塗装色で、スターブライトアイアンを軽く塗装。
黒感強めにしたかったんで、軽く吹き付けて終わりにしました。次に、ベールを含む外装色の塗装をしていきます。1000番までヤスリをかけたパーツに、1500番の黒サフを塗りました。以前は、パーツをもっと細かいヤスリで磨いてから、サフなしで塗装してましたが、サフして塗装後に、細かい傷も消えて綺麗に塗装できるので、最近はこの方法です。表面処理では、細かい傷を気をつけているつもりですが、消しきれないんですよね。あれ、希釈が濃かったのか表面が、梨地っぽくなってしまった。ちょっとでも良くならないかと、シンナーのみを塗装して平滑化を試してみました。結果としてはあまり状態は変わらなくて、仕方ないので4000番のヤスリで削りました。大きいパーツの塗装は難しい。それでは外装色の塗装です。ピカエースのベロアブラックを使います。クリアにこれくらい混ぜて使ってます。攪拌するとこんな感じ。では、塗っていきます。この塗装なんですが、大きな失敗をしています。ハンドピースのカップ蓋をせずに、塗装していたらカップから塗料がこぼれて、こぼれた先が、吹き出し口。見事なまだら模様になってしまいました。なんとか乾燥後、ヤスリで表面整えてクリアしたら、目立たなくなったので良かったんですけどね。これからはカップに大量の塗料を入れた時は、蓋して使用したいと思います。その他の外装を塗装中。使用塗料は、概要欄に記載しますので、気になる方はそちらを見てください。パーツの塗装が終わったので、パーツの艶出しをしていきます。このパーツは、クリアまで塗装した状態です。この状態でも結構艶があるんですが、今回はいつも以上に艶感を出したいと思います。まずはコンパウンドのみで磨いてみます。いつもこんな感じで、クリア塗装後にコンパウンドで磨いて艶を出していますが、表面がデコボコしてるのか、なんか物足りなさを感じてました。なので、今回はコンパウンドだけで磨くのでなく、別の方法を試してみたいと思います。コンパウンドだけだとこんな感じになります。デコボコ感ありますよね。なので今回は、コンパウンドする前に4000番で磨いてみます。いわゆる中研ぎと同じなんですが、この後にクリアは塗装しないでいきます。理由は、またクリアを塗装すると塗装が厚くなって、エッジがぼやけるかなと思うし、単純に手間を減らしたいというのもあります。ただ、この辺はまだ試行錯誤で迷走中です。左側が、4000番のヤスリを当てたパーツになります。違いわかりますかね？結構違うんですけど。とりあえずヤスリした方が、綺麗になりそうなので今回は、この方法でいきます。中研ぎ&コンパウンド中。はい、すべてのパーツの塗装&磨きが終わりました。ピッカピカ。それでは組み立てていきます。まずはお気に入りのベールから。見えないところだってことで、雑なマスキングをする、アンモサです。手を抜けるところ抜かないと、時間ばかりが過ぎてなかなか完成しないですから。このベールのパーツは、マークが重なればどこでもはまるかと思ったら、ちゃんとはまる場所が決まってるんですね。ぐるぐる回しながら位置合わせ。あとは後ろ側に持ち手をつけて完成です。塗装ミスがありましたが、こんなに綺麗になりました。大まかなパーツ組み立て中。はい、大まかなパーツの組み立てが終わりました。100分の1はやっぱり大きいですね。それでは最後の組み立てです。いやー、やっとここまで来ました。と言っても、ここでもまだ接着剤で接着するところがあるので、接着剤の乾燥待ちなどで、1日がかりです。
すべてを瞬間接着剤を使えれば良いんですが、発火することがあり、外装付近では使えないので乾燥に時間が必要になります。はい、完成。どうでしょうか？このツヤ感すごくないですか？ここまでツヤ感が出るとは思いませんでしたが、バッチリでした。磨きの作業は、結構手間も時間もかかりましたが、この結果が得られるのであれば、大満足です。これからもツヤツヤ塗装に磨きをかけていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。これからも色々作っていくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。